1000年前の記憶。運命。カリンの命の危機。昔々、カリンは美しい魔法の国で平和に暮らしていました。しかし、ある日、悪夢の軍団が魔法の森を攻撃し、カリンは悪魔の手下によって捕らえられ、彼女の命が危機に瀕しました。奴隷として囚われてしまったのです。カリンは冷たい石の床に膝をつき、涙が頬を伝い落ちるのを感じました。彼女の心は絶望に包まれていましたが、ウベイの笑顔を思い出すたびに、胸の中に温かい光が灯るのを感じました。ウベイはカリンを救うために命を懸ける覚悟を決め、彼女のためにどんな困難も乗り越える決意を固めました。ウベイの決意と冒険の始まり。ウベイと心温かい名もなきホームレスはカリンを解放するため、魔法の森を探索する旅に出かけました。魔法の森は四季折々の美しい風景が広がる場所でした。春には桜が咲き乱れ、淡いピンクの花びらが風に舞い、夏には緑豊かな木々が生い茂り、鳥たちのさえずりが響き渡りました。秋には紅葉が鮮やかに彩り、地面は赤や黄色の葉で覆われ、冬には雪が静かに降り積もり、森全体が白銀の世界に包まれました。彼らは四季の神殿を目指しました。そこには自由のパイプ鉄琴という魔法の楽器が置かれているという言い伝えがあったからです。この楽器は真の愛を持つ者しか扱うことができないのです。巨大な魔物が鋭い爪を振り下ろすと、ウベイは素早く身を翻し、剣を振りかざした。金属がぶつかる音が響き、火花が散った。名もなきホームレスは魔法の盾を展開し、魔物の攻撃を防ぎながらウベイと息を合わせて反撃しました。そして魔物を退治したのです。彼らは息を切らしながらも、再び神殿を目指して歩き出しました。四季の神殿での試練。とうとう四季の神殿で自由のパイプ鉄琴を見つけ、それを持ってカリンを助けに行くことになりました。救出に向かった牢屋は厳重に警護されていました。それでもノアを救い出すために、ウベイと名もなきホームレスは共に戦いました。激戦でした。なぜなら彼らはまだ自由のパイプ鉄琴の使用方法を十分知らなかったからです。その時、ラオという賢者が助けに駆けつけ、彼らに魔法の楽器の使用方法を教えました。その使用方法は、弱き者や真に助けを求めている者のために愛と幸福を与えるため、心の赴くままに魔法のパイプ鉄琴を自由に奏でることでした。ただ、心の底から偽りなく、もし嘘や偽りがあれば、魔法のパイプ鉄琴は効果を示しません。また賢者ラオはさらに土笛を見せ、この土敵は特別な力を持っている。真の愛を持つ者にのみ、その力を発揮するのだと伝えました。彼らはパイプ鉄琴を使用し、大活躍しました。最終的にカリンは自由を手に入れましたが、奴隷としての過酷な生活が彼女の体に深い傷を残し、生命が危険な状態に陥りました。医者たちは最善を尽くしましたが、彼女の病は治りませんでした。ウベイは彼女の傍らで手を握りしめ、涙をこらえながら、君だけを永遠に愛すると誓ったのです。そうすると、不思議な力が
彼らの知らない間にウベイとカリンに与えられました。かすかな音色とともに。しかし彼らの心は嘆き悲しみ、絶望に襲われ、それに気がつきませんでした。再生の土笛と永遠の愛。その時、ケンジャラオが持つ再生の土笛が吹かれ、1000年後に彼女が生まれ変わることをウベイに伝えました。ウベイはびっくりしました。どのようにして1000年生きられるのか。ケンジャラオはウベイに伝えました。ウベイの一途さにより不思議な力が働き、すでにウベイには永遠の命が与えられていたのです。ただしその命は9本の尾を持つ狐となり修行することが条件でした。ウベイはケンジャラオの言葉を聞き、カリンへの愛が彼を突き動かしました。1000年で会うことができるなら、どんな試練も乗り越えてみせると心に誓い、9本の尾を持つ狐としての修行に身を投じたのです。ウベイは1000年カリンを待つこと、愛し続けることを決めました。その時、この地上で初めて変わらぬ永遠の愛が生まれたのです。変わらぬ愛を心に秘め、それからウベイは四季の神殿近くの善悪の森で9本の尾を持つ狐の修行に入っていくのです。善と愛を守るために、守りきるため。これが後の蝶の妖精カリンと山の妖精9本の尾を持つ狐のウベイの運命の出会いにつながるのです。彼らは遠い昔から不思議な赤い糸によって結ばれていた初めての永遠の愛の2人だったのです。そう、ついに運命の歯車と時計の2つが回り出しました。さあ、みんな愛してると心の底から思いささやきましょう。それこそが魔法の言葉なのです。そしてそれが変わらぬ永遠の愛を生み出すのです。とケンジャラオは言いました。再会までの冒険。カリンとウベイの再会までの間、美しい魔法の国での冒険が続きます。ウベイは1000年間、カリンを待ち続けることを決めました。再会の日が訪れ、彼らは変わらぬ永遠の愛を持つ2人として再び出会うことになるのです。ウベイが9本の尾を持つ狐として修行を続ける中、彼は多くの試練を乗り越えました。善悪の森では彼の心の強さと愛の深さが試されました。彼はケンジャラオの教えを胸に魔法の力を磨き続けました。一方、カリンは新たな命として生まれ変わり、妖精カリンとして再び魔法の国に現れました。彼女は自分の過去の記憶を持たず、ただ心の奥底にウベイに強く惹かれるものを感じました。カリンは魔法の国で新たな冒険を始め、さまざまな仲間と出会いながら成長していきました。彼女は自分の力を信じ、困難に立ち向かいながらも、心の中で感じる強い愛の力に導かれていました。魔法の国の新たな脅威。カリンとウベイが再会し、共に新たな冒険に出発した後、魔法の国には新たな脅威が迫っていました。闇の魔法使いピーガが復活し、国を支配しようと企んでいたのです。彼女は強力な闇の魔法を操り、魔法の国全体を恐怖に陥れました。カリンとウベイはピーガの野望を阻止するために立ち上がりました。彼らはまずピーガの居場所を突き止めるために情報を集めることにしました。彼らは魔法の国の各地を巡り、
古代の知識を持つ賢者や精霊たちから助言を受けました。賢者の塔への旅。カリンとウベイは賢者の塔に住む古代の賢者エルを訪ねました。エルはピーガの力を封じるための秘術を知っていると言われていました。賢者の塔は険しい山の頂上にあり、2人は困難な道のりを進みました。途中、彼らは山の守護者である巨人ベンチャーと出会いました。ベンチャーは最初、2人を試すために戦いを挑みましたが、彼らの勇気と決意を認め、協力を申し出ました。ベンチャーの助けを借りて、カリンとウベイは無事に賢者の塔にたどり着きました。光の結晶の探索。エルはピーガの力を封じるためには光の結晶が必要だと教えました。この結晶は魔法の国の最も神聖な場所、光の神殿に隠されているということでした。カリンとウベイは光の神殿を目指して再び旅立ちました。神殿への道のりは険しく、彼らはさまざまな試練に立ち向かいました。途中、彼らは闇の魔物たちに襲われましたが、カリンの魔法とウベイの戦闘技術を駆使してこれを撃退しました。光の神殿に到着した2人は、神殿の守護者である光の精霊ツルと出会いました。ツルは彼らの心の純粋さと勇気を試すために最後の試練を与えました。カリンとウベイは協力して試練を乗り越え、ついに光の結晶を手に入れました。最終決戦。光の結晶を手に入れたカリンとウベイはピーガの居城へと向かいました。居城は暗黒の霧に包まれ、不気味な静けさが漂っていました。2人は互いにうなずき合い、決意を新たにして城内へと足を踏み入れました。城の奥深くに進むと、ピーガが待ち構えていました。彼女は霊障を浮かべ、闇の魔法を操りながら2人に襲いかかりました。ここまで来るとは思わなかったわ。でも、これで終わりよ、ピーガは叫び、闇のエネルギーを放ちました。ウベイは9本の尾を持つ狐の力を解放し、素早く動いてピーガの攻撃をかわしました。彼の尾が光り輝き、強力な魔法の盾を作り出しました。一方、カリンは光の結晶を掲げ、その力を引き出してピーガに対抗しました。カリン、今だ、ウベイが叫びました。カリンは光の結晶を使い、強力な光のビームを放ちました。その光はピーガの闇の魔法を打ち消し、彼女を後退させました。しかし、ピーガはすぐに立ち上がり、さらに強力な魔法を放ちました。あなたたちには負けない、ピーガは叫び、闇の竜を召喚しました。巨大な闇の竜が現れ、カリンとウベイに襲いかかりました。竜の炎が城内を焼き尽くし、2人は必死に防御しました。ウベイは竜の攻撃をかわしながら、カリンを守るために前に立ちました。カリン、僕たちの愛ならきっと勝てる。ウベイは叫びました。カリンはウベイの言葉に勇気をもらい、光の結晶の力を最大限に引き出しました。彼女の体が光り輝き、強力な光のバリアが2人を包みました。その光は闇の竜を打ち消し、ピーガの力を封じました。これで終わりよ、ピーガ。カリンは叫び、光のビームを放ちました。その光はピーガを直撃し、
彼女の闇の力を完全に封じました。ピーガは叫び声を上げながら消え去り、城内には静寂が戻りました。やったわ、ウベー。カリンは喜びの声を上げました。ウベーはカリンを抱きしめ、二人は勝利の喜びを分かち合いました。彼らの愛と勇気が魔法の国に再び平和をもたらしたのです。カリンの感情。カリンはピーガとの戦いの中で恐怖と勇気が入り混じった感情を抱いていました。彼女は自分の力を信じ、ウベーと共に戦う決意を固めていましたが、闇の竜が現れた時には一瞬の恐怖が心をよぎりました。しかしウベーの言葉に勇気をもらい、彼女は再び立ち上がりました。カリンは光の結晶の力を引き出しながら、自分の中にある愛と信頼を感じていました。彼女はウベーと共に戦うことで、自分の力を最大限に発揮することができました。ウベーの感情。ウベーはカリンを守るために全力を尽くす決意を持っていました。彼は9本の尾を持つ狐の力を解放し、ピーガの攻撃をかわしながらカリンを守りました。ウベーはカリンへの愛と信頼を胸に、彼女と共に戦うことで自分の力を最大限に発揮しました。彼はカリンの勇気に感動し、彼女と共に戦うことで自分の中にある愛と勇気を再確認しました。ウベーはカリンを抱きしめ、彼女と共に勝利の喜びを分かち合いました。エピローグ。カリンとウベーは魔法の国に平和を取り戻した後も、共に新たな冒険に出かけました。彼らの愛は永遠に続き、魔法の国の人々に希望と勇気を与え続けました。彼らの物語は世代を超えて語り継がれ、永遠の愛の象徴として人々の心に刻まれました。実はみんなが知らない謎がありました。2000年前、ノアとウベー、エマとカリンは同一の人物だったのです。秘めた2人の力があまりに強いため、力の暴走と悪用を避けるために、魔法の引用の法則によりノーイがノアとウベーに、エカリがエマとカリンに分かれたのです。